こんにちは。今日はとてもシンプルな作り方のセーターを作っていきます。まず長方形を4枚作ります。前身ごろと後ろ身ごろと袖を2枚。それを縫い合わせて作ります。その長方形は裾から編んでいきます。この方向に細編みを編んで伸縮性のあるリブ編みにします。この方向に編んでいって模様編みはこの方向、これで長方形を作ります。模様編みは簡単で、まず長編みの V ステッチ、次に中長編みだけで、また V と中長編み、とても簡単な組み合わせになっています。使った糸は、私はこれはキャンドゥで買いました。名前は夫婦で、カラーナンバー2番、アクリルとナイロン 20g で約52メートル。使用界隈の目安は8から10。これを今回10号と7ミリで編んでいきます。この糸はこんな感じで、少し太めでふわふわとしています。太さは約3ミリぐらいに見えます。この糸を使って編んでいきます。長方形を4枚作ります。まずその前身ごろと後ろ身ごろを説明します。編み始めるのはここからこういう感じで編んでいきます。この長さを決めます。私は今回約5センチ。もっと長くても短くても大丈夫です。この長さ。で、私は5センチでだいたいこれぐらいで大丈夫だと思います。5センチにするために私は鎖7個。これは糸によって変わってきます。私の場合は鎖7個。針は細い方を使います。鎖編みは少しだけゆったりと編んでいきます。細編みをしていきます。細編みをするので鎖をもう一つ。一つ戻って二つ目に細編み。裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。針から1、2、二つ目に細編み。次も全部一つに一つの細編みで端まで編んでいきます。で、端の細編みには後で見分けにくくなりそうだったらマーカー、端まで細編み。これで鎖7つに7つの細編み。次は2段目。鎖1つ。裏返します。で、普段は鎖の根元にこのまま2本の糸の下に細編みをしました。今回はこの2本見えるうちの向こう側1本をすくいます。この1本、まずこの端の細編みの向こう側1本、これで細編み
次も同じ2本あるうちの向こう側1本、次もこれが端の細編みになります。今までは1本だったんですが、端だけ2本の糸の下、見にくいんですが、この2本の糸の下、この方がこの端がきれいに出来上がります。次は3段目、2段目と同じです。鎖1つ裏返して、この端の細編みに細編み、この2本あるうちの向こう側、で端だけ2本、これで3段目、4段目以降もずっと同じです。鎖1つ、端の細編みに細編み、で端まで細編み、端では2本の糸の下、これを繰り返して編んでいきます。この細編みを何段編んでいくかについて説明します。私は今回56段にしました。6の倍数プラス2、56段で模様編みをして、横幅約56センチ、これでだいたい女性ものの L サイズぐらいかなと思います。サイズを変更する場合には56から6の倍数で増減します。これが同じ糸で編む場合、違う糸で編む場合には、作りたい幅からこの段数を決めにくいと思います。で、正確ではないんですが、目安として考えたのが、ある程度編んだこの細編みをギュッと伸ばして、でこの状態がこの模様編みぐらい、これを目安にしてで決めていくといいかと思います。この後に細編みと中長編みを編んでいくんですが、ここまで編んで好みの幅になっているかを確認します。そこで大きすぎたり小さすぎたりしたら面倒ですが、ちょっと戻ってこの段数を調節します。全体が6の倍数プラス2で6の倍数で増減します。ちょっと面倒になってしまうんですが、そんな感じでしていきます。次は細編みをしていきます。まず鎖1つ、針は細い方です。鎖の根元に細編み、この端の細編みの端の部分、ここに細編みで、これからこの山になっているところの端、次はこの谷になっている端、に細編みをしていきます。次はここ、次は谷になっているところ、
次は山になっているところで、この細編みは次に太い方を使いたいので少しだけゆったりにしておきます。あまりきつくならないようにしておきます。このまま端まで編んでいきます。端まで来ました。最後は山になっているところ、これが最後の細編み。次は中長編みをしていきます。で、針を少し太い方に変えます。で、ちょっとゆったりした鎖一つ、裏返します。根元に中長編み、この鎖の根元、中長編みは絡めて、で糸を出して、この3本を一度に引き抜きます。これが中長編みで、ここからずっと中長編みだけ、隣にも中長編み、このままずっと中長編みをしていきます。中長編みで端まで来ました。次は V を作っていきます。少し大きめの鎖一つ、裏返します。鎖の根元に長編み、普段は鎖3つで初めの長編みの代わりにするんですが、今回はこの大きめの鎖一つと長編み一つでマーカーをつけておきます。次は V、 足元一つ飛ばして2つ目長編みをします。一つ飛ばして2つ目、長編み、鎖一つで同じところに長編み、これで V ができました。次も V を作っていきます。足元2つ飛ばして3つ目、長編み、鎖、次も V、 これを繰り返していきます。これで端まで編んでいきます。ここまで編んでいきます。端まで来ました。最後の中長編みに長編み、これで模様編みの2段目が終わりました。次は3段目中長編みをしていきます。少し大きめの鎖一つ、裏返します。根元に中長編み、次はこの長編みの上、中長編み、次は V の真ん中、
中長編み、次は長編みの上、こんな感じで中長編みを続けます。これで端まで編んでいきます。ここまで端まで来ました。端の長編みに最後の中長編み、次は V、 ここと全く同じです。大きめの鎖一つ裏返して根元に長編み、で足元一つ飛ばして二つ目、足元2つ飛ばして3つ目 V を作ります。これを端まで続けます。で、端まで編んだら次はまた中長編みで V 中長編みと繰り返していきます。こんな感じでしばらく繰り返していきます。身ごろを2枚編んできました。これは前身ごろ、長さは約48センチ。この V の数を数えていくと14、最後は中長編みで終わっています。こっちは後ろ身ごろ、長さは約50センチ。で V の数を数えていくと13個で、最後は V になっています。表と裏を確認します。この中長編みが表の方を表に決めます。で、分かりやすいようにマーカーをつけました。ここが表、後ろ身ごろもこっちが表の状態。次に2箇所にマーカーをつけて襟ぐりを作っていきます。このマーカーの端の方、ここにあと2段編んで、ここは編まないで、ここはあと2段、こんな形の襟ぐりにします。後ろ身ごろはあと1段で、これでだいたい52センチになると思います。私は出来上がった時に52センチ。これはお好みなので、もうちょっと長くしても大丈夫です。その場合はこの状態をもう少し編んで、好みの長さになってからこの襟ぐりを作る部分を編んでいきます。もう少し長くてもいいかと思います。私は短めが好みなので、
ちょっと短めにしました。でマーカーをつけていきます。マーカーの位置は前も後ろも同じ位置。私は端から19、17、19とつけました。これもお好みで広くしても大丈夫です。私は17センチにして、これぐらいがちょうど無難な感じかと思います。あと2段でちょっと引っ張られる感じで、こんな感じの形になります。でお好みなんですが、模様を見て、この V と V の間、この幅に作りたいときには、こことここの間のこの部分の3つの端、こっちより、私は端から6個目の V、 ここの幅にしたいんですが、マーカーをつけるときはこの6と7の間、7の3つあるうちの端のところ、ここにマーカーをつけます。こっちも同じ、端から6個目、これが7個目、この間の7個目の3つあるうちの端の方、ここにマーカーをつけます。で後ろも同じ、後ろは V で終わっているので、6と7の間のこの長編みの上、こっちも6と7の7個目の端の方、この長編みの上でマーカーをつけます。でマーカーがついたら、今糸が出ているところから続けて編んでいきます。同じ模様であと2段編んでいきます。で表裏表裏と編んできたので、次は同じように裏返して V を編んでいきます。これはさっきと同じ始め方。鎖一つと長編みで V を作っていきます。で次も V、 ここまで続けていきます。前身ごろ1段目のマーカーの手前まで来ました。マーカーのところに長編みで、次は中長編み、裏返します。で中長編みをしていきます。中長編みを続けて端まで編んでいきます。前身ごろの襟ぐりの2段目の端まで来ました。糸を切ります。この糸を使って後で閉じ合わせたいので、ここは少し長めに糸を残します。だいたい3倍から4倍、長めに糸を残して切ります。次はこっち側、こっちも模様をつなげていきたいので、次は裏から編んでいきます。
この首に当たるところから編んでいきます。こっちは今編んだ方、こっちが首で、ここから編んでいきます。新しい糸を持ってきます。で、編みやすいように一回結んでおきます。で、マーカーのところ、ぐーっと長編みをしていきます。次は V。で、端まで V を続けます。で、次は中長編み。V 編んで中長編み編んで、ここでも少し長めに糸を残して切ります。前身ごろの襟売りを2段編みました。次は後ろ身ごろ。今表が上になっています。後ろは1段編んでいきます。糸が出ているところから編んでいきます。で、模様を続けていきたいので、次は中長編み。中長編みを編むときには表を上にして編んでいきます。これでマーカーのところまで、ここまで編んだら糸を切ります。で、さっき前身ごろで糸を残したので、こっちは長めに糸を残さなくても大丈夫です。ここから中長編みで、こっちはこのマーカーのところから始めます。ここから糸を出して、で、中長編み、端まで編んだら糸を切ります。袖の作り方について説明します。袖の作り方は身ごろと少し違っていて、半分に折ってで縫って袖の形にしたときに、この袖口が少し狭くなるように作っていきます。ここまではまっすぐで、袖口だけ少し狭くしています。お好みによって同じ幅で作りたいときにはさっきと同じ、今回は少し狭くして編んでいきます。まずこの幅について、これで私は38センチ、女性ものの L サイズであれば38から40で大丈夫だと思います。お体のサイズやお好みによってもう少し狭くしても広くしても大丈夫です。その時には6の倍数ではなくて3の倍数で大丈夫です。で、38センチにしたい時、ここに細編みを1段編んでいるんですが、この細編みが何個必要かを数えます。さっき編んだ身ごろを見て、で38センチ、38センチに何個細編みが必要か。私の場合は細編み38必要になります。ここは38、ここはここと違っています。ここは何の倍数と決めるのではなくて、この身ごろを始めた時と同じリブ編み、この細編みをしばらく編んでみて、で体に当ててみて好みの幅にします。全体のバランスも見て決めます。
で、私はこれで約22センチ。段数は24段で、24段を38にします。なのでこの細編みを24ではなくて38にしていきます。一つの段に何個か細編みをしていくことになります。で、このリブ編みはさっきは鎖7個で始めました。今度は鎖4つ少し短くして編んできました。鎖4つで、長さは約 3.5。 私は少し長さを変えたんですが、お好みによって同じ幅でも大丈夫です。お好きな鎖の数にします。で、鎖4つで24段編んできました。次に細編みで1段で、この時まだ細い方の針で編んでいきます。鎖1つ細編みをしていきます。まずこの段の端で、次はここ、次はここ、ここ、ここと編んでいきます。ただこれを38にしたいので何箇所か2つ細編みをしていきます。まずここ、同じところに2つ細編みをしました。次はここで、数をちょうど38にするために何箇所か一つのところも出てくると思います。で、これで端まで38にします。細編みを38編んできました。次は中長編み、針を太い方に変えます。で、中長編み、隣もで、このまま端まで中長編み、次は V で中長編み V 中長編み、これを繰り返していきます。袖を2枚編んできました。長さは約42センチ。この V の数を数えていくと12。これは少し短めなんですが、次に肩を縫い合わせた後にここに袖を当ててみて、で体に当ててみて好みの長さに調節しようと思っています。この幅も影響するので、縫った後に少し増やしたり減らしたりしてみようかと思っています。その方が好みの長さにしやすいと思います。で、次は肩を縫い合わせます。で、今内側が表の状態、表と表、こっちは裏、こっちも裏、内側を表にして、でさっき残した糸を使って縫い合わせます。で、一つずつ
こんな感じで縫い合わせていきます。で2本の糸の下、向こうもで端は2回で、次は隣、また2本の糸の下で、向こうもで、次もで、一つずつ合わせていきます。きつさを確認しながらで縫い合わせていきます。端まで縫ってきました。端は2回針を通します。しっかりとさせます。あとはほどけないように留めていきます。糸を切ります。反対側も同じように長めに残していた糸端を使って縫っていきます。端からさっきと同じようにぐるぐると縫っていきます。でまたでこのまま同じように縫っていきます。端まで縫っていきます。反対側も同じように縫っていきます。両方の肩を縫い付けました。次は脇と袖を縫っていきます。今表が上の状態、ここは裏で、こっちは表。肩を縫った時には裏を上にして縫ってきました。今度は表を上にします。で裾からで長い糸端があったらそれを使います。私は新しい糸を使います。で縫う長さが長いので何箇所か足して縫っていきます。あまり長いと絡まってやりにくいかと思います。縫い方なんですが、横から見てこんな形になっています。なので
縫い合わせる時にもこんな形にしていきます。こっちが上になってこっちが下で、そのためには2本見えるうちの下の糸をすくいます。こっちではなくて下の方で、こちら側は2本見えるうちの上の方をすくいます。で、縫い合わせます。で、まず最初は2本の糸の下で、この糸端は15センチぐらい残しておきます。で、端は2回しっかりとさせます。で、次からさっき見たように2本見えるうちのこっちは上ので、こっちは下の方と細編みのところまで縫ってきました。次にリブ編みが終わったところで裏に針を出します。で、これを裏返して今度は裏を上にしてで縫っていきます。同じ中長編みと中長編み V と V 模様が揃うように縫っていきます。
こんな感じで脇まで続けてと、で脇まで編んで、ここではしっかりとさせたいので何回か針を通します。しっかりとさせます。でまた袖の方まで縫い合わせて、ここまで縫っていきます。でさっき糸を残した部分、ここで15センチぐらい糸を残したんですが、ここで後で段差ができたりちょっと直した方がいい場合には、この糸を使ってで整えておきます。それが終わったらあとは裏で隠します。この糸も隠しておきます。でこのまま袖まで縫い合わせていきます。袖口のところまで来ました。この細編みのところにも針を入れて縫っておきます。次は表に戻します。で表に戻して糸を出して、表を上にして袖口を縫っていきます。私は鎖4つで始めました。1、2、3、4。こっちも1、2、3、4。それぞれを合わせます。で、さっき見たように、こんな形になっています。なので、ここも、こっちが上、こっちが下。こんな形になるように縫い合わせていきます。こっちが下になるので、こっちは上の糸。こっちは上になるので、下の糸。まず、この鎖。最後は2本の糸の下。で、あとは裏で隠します。それが終わったら、最後に襟縫いを編んでいきます。で襟縫いに細編みをしていきます。この中長編みに細編み2つ、長編みに2つ。で、ここは中長編みに1つずつ。ここでまた長編みに2つ、中長編みに2つ、こっちも2つ。ただこの角、ここでは2つを1つにします。ここもこことここを1つにします。
この縫い合わせたところから始めます。で、新しい糸、この中長編みにまず1つ目、鎖1つ、細編み、これが1つ目。同じ中長編みにもう1つ、次はこの長編み2つ細編みをします。まず1つ目、次は2つ目。2つ目はここが角になっているので、こことここを1つにします。ここから糸を出して、次はこっちから糸を出して一度に引き抜きます。糸を出して、次はここ。ここではなくてここ。これを一度に引き抜いて、で、肩がなだらかな形になりました。次から一つずつ、一つの中長編みに一つずつ細編みをしていきます。ここから編み始めて次の角まで来ました。またここで2つを1つにします。まずこの角の手前、ここから糸を出します。次はこの長編みの下の分、ここから糸を出します。一度に引き抜きます。これで少しなだらかな形になりました。次はこの長編みの2つ目。次はこの中長編み。細編みを2つ。まず1つ目。2つ目。この縫い合わせた糸、ここにも1つしようかと思います。で、次また中長編みに2つ。中長編みの1つ目。次は中長編みの2つ目。2つ目はこことここで1つにします。まずこの中長編みの2つ目。次はここに V があります。で、この V に針を入れて糸を出そうかと思います。これを一度に引き抜きます。次から一つずつ。今までしたように一つずつ細編みをしていきます。この長編みの上、この長編みの上で V、これでこっちまで編んでいきます。最後の角まで来ました。ここでまた2つを1つにします。まずこの V の真ん中、それとこの
中長編みの下の方、まずこの V の中、中長編みの下の方、一度に引き抜きます。これでなだらかな形になりました。次はこの中長編みの上の方、ここにも細編みを一つ。で、次はこの縫い合わせたところ、ここにも細編みをしようと思います。で、これが最後の細編み。で、もう一周細編みをしていこうかと思います。もう一周した方が綺麗になると思います。最初の細編みに引き抜きます。鎖一つで2周目の細編み、全部一つに一つずつ細編みをしていきます。角でも同じように一つに一つずつ、全部一つに一つずつ細編みをしていきます。細編み2周目はできました。最後の細編みから糸を抜きます。少し長めに糸を残して、針で始末します。端から1、2、2つ目に針を入れます。これが1つ目、2つ目。手前から向こう。で、最後の細編みに上から針を入れます。で、後ろに出して、大きさを揃えます。で、あとは裏で隠します。何回か行ったり来たりして、他の糸も隠しておきます。こんな感じに出来上がりました。襟ぐりはちょうどいい大きさだと思います。あまり広めでもなくて小さすぎない感じです。この状態だと小さく見えるんですが、すごく伸びるので V なく頭が入ると思います。で、袖は少し長め。袖口を少し狭くしているので、とても可愛い形になっています。裾は少しだけ短めにしました。
とてもいいバランスになったと思います。これはお好みでもっと長くしても大丈夫です。着てみたんですが、すごく軽くて柔らかくて着心地が良かったです。サイズを測りました。上から下まで53、横幅52、袖は45、袖口は3センチの11、襟ぐりは52、使った糸は 250g。玉の数で言うと、11玉。11玉で 240g なんですが、少し多めに入っているので、12玉で足りました。